ことでね、まあ第1回ゲストというかお客さんというかご存知の方も多いと思いますが、この4月からアドヒップ、29年間僕ねずっと社長としてやってきたんですが、新しい社長タラモンで僕が会長になったということで、まあ新旧社長対決みたいな対決なんですか？ないんですけど、なんかね新旧社長対談みたいな感じですかね。そうやね。対談みたいな。対決ではない。対決ではやめましょう。対決したらもう終わっちゃうやん。終わっちゃいますよ。もう会社が終わっちゃいますから。そうやね。タラボンとの出会い。まず僕はブレイキンやってなかったんですね、そもそも。なるほど。ポップとかロックとかを最初やってて、で、ブレイキンがしたいと思ってカムロダンススクールに行こうということで、要は今一緒に働いてるニット君のレッスンに、そうやね、あの時は初心者クラスがニット君でちょっと中級というか回りたかったりアクロバットしたいってなったら、俺のところに来てたっていう感じだったもんね。で僕はまずニット君のレッスンを受けて、一応その初級を卒業し、ちょっとランクアップしたレッスンに行くようになって、入れ替えで初めてスタジオで原田さんと会うっていう、会うって言っても僕はもうああと思って一方的に見てるだけっていう状態があって、でまずここで言うとその僕はニット君の生徒だったっていう、あんまりこう知ってる人は知ってるんですけど。年齢的には僕の方がニット君より何個ですか？3つぐらい上なんですけど、僕からしたら先生なので、アドヒップその後にね入ってからもう 3,4 年は敬語が抜けないというか、ニット君に対してね。そうですそうです、ニットさんやったし、ですよねっていう喋り方が抜けず、でニット君は僕の方が年齢上なんでやめてくださいってずっと言ってたんですけど、そんなん急にできないじゃないですか。先生やったもんね。そうなんです。フットワークの周りが小さいとかってめっちゃ怒られてましたから、僕。ある程度ニット君のレッスンでもできるようになってきて、でもやっぱり回りたいなと思って、意を決してですね、パワームーブクラスにその後も続けて受けるという。なるほど、そうか、連続やったからね。連続でした。ニット君のレッスンやった後ってこうサークルやって踊るじゃないですか、ソロで。でその時ってもう原さんいてはるんですよ。ストレッチとかしながら見てはって、うわマシンガンにやりながら踊らなあかんっていう緊張感もあったんですけど、なんとなく見てもらったこともあるからっていうのでいけたんですよ。なるほどなるほど。僕パワームーブが点でできなくてですね、もう本当できなくて、で僕の話したきっかけというか、アクションさん、当時エアグルーヴクルーでニット君と一緒に活躍されてたアクションさんが原さんのレッスンのアシスタントですよね、入っておられて、でレッスン終わった後僕はそそくさといつも帰ってたわけですよ。で原さんとアクションさんとか、昔からいらっしゃる方とかワイワイ話してるのを羨ましいなと思いながらも、その輪に入っていけずこう帰っていくんですけど、ある日原田さんがバトルオブザイヤーのファイナルに行かれてて、でビデオを撮ってはったんですよ。ちょっと見ようやって言って「マジっすか?」って他の人たちが言った中に僕もしれっと入ったんです。なるほどなるほど。見たさが勝ったんですよ、それに。でそのビデオを別にテレビもつないでないんですよ。そのビデオのビデオカメラのちっちゃいモニターで56人ですかね、がこうあって見る一番後ろでこう見ながら見てた。その時も別に喋ってないんですけど、僕からしたらその時が初めてちょっと一歩踏み込んだ瞬間やったんですよ。見たことないようなパワームーブとか結構取ってきてはって、すっごーと思ったのめっちゃ覚えてます。それだって1999年とか2000年とか2000年には入ってるから99年だね。99年。俺が初めてバトル・オブ・ザ・イヤー行った時のやろな。その後直後ぐらいが僕がアドヒップに入るきっかけになった、嵐事件やね。嵐の日のレッスン、すごい雨やったんよ。でこうアクションと2人で待ってて全然人消えへん。どうしよう、0人やったらもちろんやめような。でもう帰り支度を始めてたんよ、どっちかというと、モードは。ほんなら階段を
上がる音がして、はい誰か来たでって言ってはいコン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 って音がして、はい、ずぶ濡れの彼がいたんよね。そうですね、当時名前も分かんない。そうそうそう、ずぶ濡れの彼が来てはい「いけるの?」みたいな「はい」っていうか、この嵐の中ね、すごかったですね、あのタイプ。そうそうそう大型の来てもらって、やめるとは言われん要は2対1を教える側2人で。レースやってなかったラクションさんにも、軽く一杯おごるぐらいでそう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 済んだわけですよね。ところが僕が受けちゃったもんだから、そうスタジオにはお金払わなあかんわ、アクションさんにはアシスタント費払わなあかんわっていうおいおいって話ですよね。そうそうそう、ご迷惑おかけしましたまあでも僕的にはめっちゃみっちり教えてもらったんです。そうそれはお得やったわけです。僕はすごい。そらだって1人しかおらへんし、そうですね、ウィンドもできてない状態そうですそうですそうです。だからウィンドめっちゃ徹底的に教えて、はい腰とか打ちまくってたと思う。めっちゃ痛かったです。痛いもうやめてくださいって「いやいやいや」って言って「今日もできるとこまでやろう」みたいな、絶対回れるようになろうみたいな感じで、はい、でその時も実はもうエアリアルはできてて、で多分ねジャパンの予選は1回出た後なんですよ。ああそうなんや。そうなんです。なるほど。それを僕が作った後で、5人ぐらいですかね、今も活躍してるルータンとかと一緒に出て、でその次の週のレッスンに行った時に「おまあまあ良かったで」みたいなことは言ってもらえたんです。そうなんや。途中で休憩がね、僕一人なんであって、でその時に結構話してくれはったんです。そうやね。はい、今何の仕事してんのって言われて、でたまたま僕が会社を辞めたタイミングやったんですよ。サラリーマンやってたんですけど、建築系の営業ずっとやってて、いろいろあって会社辞めたばっかりなんですよ、って言った時に原さんが「あそうなんや、一回ちょっとうちの会社話聞きに来るか」みたいなことをそうやね、多分言ったと思う。言ってもらえた。多分その場やったと思うんですけど、めっちゃ忙しくなっていったタイミングやってんな。1999年、で2000年からバトル・オブ・ザ・イヤーも始めるし、いろんな話が舞い込んできてた時期やって、ですごい少人数でやってたから、このままやったら、これやりきれへんなっていうのがあってん。人材は必要だっていうタイミングやったんですね。なるほど。みんなもともとダンサーの子ばっかり、デザイナーの子ももともとヒップホップダンスやしとか、そういうやっぱりちっちゃいコミュニティの中でやってたから、社会経験のある人が、でもダンスに興味ある、違う風吹かせてくれるんじゃないかな。嵐の日にレッスン受けに来た、なんとなくレッスン来てる子やなぐらいの感じですよね。そこで言うたら面接受けてみるかというオファーやったと思うんですけど、びっくりしたんですよね。僕は実はアドヒップに働く側としての興味は実はあったんですよ。そう思ってたタイミングでまさかそんなことを言われるとは思ってなくて、でびっくりしたんですよね。結構僕それまでって親のコネとかの会社が多かったんで、自分で選んだ会社に入るっていうことがなかったんですよね。アドヒップっていうのがそれが初めてだったんです。ので僕的にはこのチャンスだと思ったんで、しっかりと自分の説明をして、アドヒップで働けたらいいなと思ってました。一個ニット君に救われた話があって、で僕からしたらストリートダンスの会社ってどんなものかも全然分かんなかったんですよ。でまず服装何で行ったらいいんやろうと思ったんです。でやっぱストリートダンスの会社やしラフな格好で行った方がいいと思ってたんですよ。ほんで当時エアグループクルーで僕エアリアルで練習場が梅田の大丸の前で練習してたんですけど、でニット君にそういう話になったんですけど、僕ラフな格好で行こうと思うんですけどどうですかって言ったら、ニット君が当時アドヒップでニット君は社員になる前にアルバイトしてたんですよね。そうやね、アルバイトしてた。で多分スーツ着てった方がいいですよって言ってくれたんですよ。なるほど。で僕はスーツを着て面接に行ったんですよ。でその時原田さんに結構第一声やったと思うんですけど、今日君がスーツ着てこうへんかったら落とすつもりやったって言われたんですよ。
言ってたと思う。あ、覚えてますか？言ってたと思うそれは。だから僕ニット君にそれを聞かんかったら、多分、こんな格好で行ってたし、でこんな格好で行ってたらアドヒップとしての僕はなかったし、っていうことを考えるとすごいなんかね、巡り合わせがなるほど。いろいろ多いなっていうのは感じましたね、その時。まあ何人もこう面接してたし、はいまあその時だけじゃなくて、今まで普通にラフに来た人はやっぱり取れへんよな。やっぱりそういう面接の時の緊張感っていうか、まあ時代も時代やし、はい、まあそうですね、今やったらちょっと違うかもしれないですけどね、でも僕からしたらスレズナンスの格好やし、スーツとかで行ったら、何スーツで着てんねんぐらい言われるかなと思ってたんですよ、その時。今イメージがやっぱすごいんで、もうなんか会社入ったらとりあえずターンテーブル置いてると思ってましたからはい、で面接をしていただいて採用をいただいたっていう感じですね。でそれが2000年4月だと思います、から入社、なんでもう丸20年経った、仕事できなかったですね。そうやね。もう書いて5年ぐらい、5年もっとかな、めっちゃ辛かったですね。よう頑張ったね逆に。5年